こんにちはったらこんにちは。出雲です。いつもご視聴ありがとうございます。このとこ最近ですね、本当暑かったり寒かったりで、なんか不安定ですね。やっとですね、ここに日付が出るようになったんですけど、今日は3月24日ですね。はい。なんか朝からいい天気だなぁと思って、気温はね、随分、暖かくて、ちょっと暑いぐらいだなぁと思ってたら、夕方からですね、急にドーッと雨が降り出して、なんか不安定な感じです。で、今日はですね、もっと光をということで、STM32L010 と、TM1640 っていうですね、これ LED ドライバーなんですけど、っていうか、本当はですね、7セグのドライバーなんですよね。7セグ光らせるための IC になります。これを使って、その LED の、制御で、たくさんの LED を力らせていきたいと思います。でですね、まずは、できたものから、ちょっとご覧ください。よいしょ。間違えました。こっちです。音楽が妙に合っててですね、おかしいんですけど。はい、こんな感じでですね、16個の LED の制御をしています。で、16ビットの LFSR なので、65000通りのパターンがあって、一周するのに3時間半かかります。で、後でちょっと写真見せるんですけど、配線はですね、10本しかコムには引きません。で、10個の配線でなんで16個の LED を、制御できるのかっていうのはまた後で説明します。面白いですよね。なんかに使えないかなと思ってます。はい。というわけでですね、これを動かしてた全体写真が、よいしょ、これかな？はい、これです。で、ですね、よいしょ。これがですね、その、新しく追加になった TM1640 っていう、LED を制御してる IC ですね。で、回路図、最後の方でお見せするんですけど、ここからですね、10本線が来てます。で、ここ、各 LED に、来てるのが8本。で、8個の LED が2列並んでます。で、各 LED のアノード同士は、このペアで、つながってます。でですね、あと2個、線がこっちにつながってて、こっちが、仮想度に、つながってます。だから、この1列の仮想度は、共通と。で、この1列の仮想度も共通と。で、アノードは、この対の反対側のペアでつながっているというふうな作りになっています。種明かしすると自分勝ちで光らせるっていうわけですね。はい。というわけなので、ちょっとですね、説明の資料を作りましたので、ご覧ください。はい。いきなり回路図できてるのしました。すいません。ここですね。もっと光をというわけで、もう字が違うし。すいません。STM の、L010 と TM1640 で、LED を16個力らせるっていう資料になります。はい。何事もなかったかのように進みます。でですね、TM1640 とは何ぞやって話なんですけど、これ、ですね、よいしょ。これは、買ってきたもの、ボードです。僕は、貼り付けしました。でですね、電源電圧は 5V で、パッケージは見て、ですね、わかるように SOP の28ピンです。で、お値段はですね、80円ですね。そんなにお高いものではありません。で、もともとはですね、7セグの、表示器を、16個、制御できる、そういう風な IC なんですね。で、これ1個で、だから 8×16 で128個の、LED を制御することができます。で、この緑色の方はですね、ピッチ変換基板で、50円。で、それを一緒に買いました。そのまま使うのはちょっと厳しいのでね。はい。
で、どうやって、このたくさんの LED を128個もね、制御できるんですけど、それを、実現してるのっていう話なんですけど、まあ、128個丸書くのはしんどいので、64個、8×8 で説明します。で、例えばですね、この、64個の LED を制御するのに必要なのは、セグメント側とグリッド側って名前つけてるんですけど、セグメント側8本。で、グリッド側8本の、計16本制御線で制御できるということになります。よいしょ。で、セグメントはですね、横軸の配線になります。なので、さっきの、配線の、アノード側なんですけど、アノード側は、こう、全部横軸、全部共通です。後列共通、2列、3列目も共通。セグメントからの配線は、各、この列のアノードの、配線に全部つながっています。で、次がグリッド側。で、グリッド側もですね、まあ、さっきと同じような話で、今度は縦方向に、仮想度ですね。各列の仮想度に全部つながってます。だから、この8個の、LED は仮想度が共通ということですね。はい。で、どうやって光らせるかなんですけど、まずね、ですね、最初の瞬間、この2個のセグメントが、オンになります。まあ、具体的に言うと、これはハイになります。で、次の、この瞬間では、この、各グリッドの中で1個だけですね、こいつだけが、オンになります。っていうのは、こっちはローですね。ローになります。で、ここがハイ、ローで、ここの LED が2個つくということですね。じゃあ次の瞬間、これですね。で、次の瞬間には、こいつがオンになって、こことここがオンになって、で、その結果、この2個がつくと。例えばですね。では、次の瞬間、こう。で、次の瞬間、こう。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 で、こんな感じでですね、各グリッドが、横に移動しながら、このグリッドの中でどのセグメントが光るかっていうのが、制御されて、選ばれた LED がついて、光る点がずっと右へ移動していきます。で、よいしょ。で、今の工程がですね、目にも止まらぬスピードで行われてですね、1秒間に100回ぐらいです。ぐるぐる回ってて、で、この過程を繰り返すと、まあ、選ばれたグリッドがですね、っていうか LED が、光っているように見えます。この場合はこの形が、人間の目には見えるはずです。まあ、要するに、残像を利用してるんですね。はい。こういうもの忘れてましたけど。バカめ。それは残像だって言ってるのと同じです。はい。というわけで、TM1640 はですね、16グリッドの IC なので、実際にはですね、これがあと8個分あって、16個ぐるっと回って戻ってくるというふうな、ことをやっています。だから、まあ、さっき言ったみたいですね、各瞬間は、1列分の、LED しか光ってないってことなんですね。で、それがすごいスピードで、動いてる、こんな感じで動いた結果、最終的に、まあ、こんな風に見えるということです。はい。でですね、次に、回路図をちょっとお見せします。よいしょ。ちょっと小さいですね。見えますかね。こんな感じになってて、ここがですね、STM、L110 ですね。で、今回はですね、もう2ポートしか使ってないです。ポートの13と14を使って、TM1640 に、コマンドを渡してます。で、シリアルのコマンドですね。で、制御するので、つなぐ線はですね、2本だけでいいんです。で、マイコンのポートはすごく節約できますね。はい。この細かい制御の方法とかは、次回ちょっと短い動画で紹介したいなと思っています。はい。結構ね、ちょっとハマるところもあったりするので、
でですね、この IC の中には、セグメントが、1から8までのピンがありますので、このセグメント8個本分を、各 LED ですね。この LED が、8個 ×2 で16個今あるんですけど、各、LED の、アノード、ここに、セグメント1、2、3、4、5、6、7、8っていう感じで、つながってます。で、こっち側にはですね、グリッドの、ポートがありまして、その各ポートが、こことこの列とこの列につながってます。で、さっきの、図のような動きができるようになるんですね。はい。で、ですね、実はですね、この IC 本当は、5V で使うことにデータシート上になってるんですけど、どうも、もうちょっと低い電圧、具体的に言うと 3.3V なんですけど、動いちゃうみたいで、今回はそれでやってます。3.3V で動いたよっていう、サイトがありまして、ちょっと、めんどくさくなって、そっちでやってしまいました。STM のですね、L の010が、3.3V までしか動かないんですよ。で、実は 5V トレラントのポートもあるので、一応、問題なく動かせるとは思うんですが、多分ですね、こいつを 5V で動かしちゃうと、LED の方に、制限抵抗とかも入れないと多分、やばいのかなっていう風な雰囲気があって、ひょっとしたら大丈夫かもしれないんですけどね、おそらく、7セグ駆動するときには、間に制限抵抗を入れずに使ってるんじゃないかなっていう気がしています。で、光ってる瞬間、時間がすごく短いので、そんなに、負荷にならってない可能性もあるのかなと思っています。はい。ですね。ともかく今は3.3V で動かして、なぜか動いています。推奨される動作ではありません。はい。で、ちょっと作業が入りました。というのはですね、今回こいつを、基板取り付けたので、変換基板にですね、その作業が入りますので、ちょっと、そこをちらっとご覧ください。よいしょ。ですね、今回もですね、あんまり必要ないんですけど、ハンダペーストを使いました。で、ペースト塗って、石乗っけてですね、ここでドライヤーでガーッとやるとかっこよかったんですけど、ちょっとひよってですね、ハンダごとでやってしまいました。で、ハンダペーストってすごく保管がめんどくさいんですよ。ちょっとほっとく、保管が悪いとすぐに固まってしまってめんどくさいんですけど、これをですね、ハンダペーストで、混ぜ込んで柔らかくすることでうまく保管できるようになりました。でですね、ハンダごとでつけた後ドーツチェック一応しまして、あんまり問題なかったです。実はですね、少しハンダペーストが残ってて、軽くショート気味になってるところがあったんですけど、爪楊枝でガリガリやったら治りました。でですね、変換基板に足取り付けておしまいです。基板上にですね、部品とかを今回乗っけてないので、非常に簡単に出来上がっています。はい。というわけですね、一応お見せするものは終わりかなと。今日は TM1640 を使った LED の16個の制御について見ていただきました。でですね、ちょっと動画見ながらやりますか。これが光らせていた全体の風景なんですけれども、ちょっとね、せっかくここまでやったので少し何か使い道がないかなとは思っています。で、本当はですね、ちゃんと一応当てがあってこの作業を進めていてですね、もう少ししたらお話できたらいいかなと思います。で、TM1640 の、制御に関してはですね、少し、めんどくさいところもありますので、今日終わっちゃった。次回ですね、ちょっと
その辺もまとめて、短い動画になると思いますけれども、作って紹介したいなと思っています。では、部屋に戻りますか。よいしょ。はい。今日も、ここまでご視聴ありがとうございました。この動画気に入られましたらですね、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとかしていただけると大変僕は嬉しいです。ではまた次回よろしくお願いします。